こんにちは、そしてこんばんは。日本の文化と日本語を学ぶ皆さん、日本学研究室へようこそ。このチャンネルで日本人の秘密を研究している女子のずんだもんです。今日のテーマはすべての日本で運転する人に関わるお話です。最後までお聞きいただければ、あなたの運転の仕方もきっとさらに丁寧になりますよ。日本で生活している外国人の方からよく聞かれる質問があります。運転に関することですが、何だと思いますか？ああ、もしかして交通違反の話ですか？そうです。日本で交通違反をしたら犯罪者になりますか？という質問です。正直それが一番怖いです。その気持ちよくわかります。ちょっとした違反でも前科がついたらどうしようって。もしかしたら運転すると人格が変わる人ですか？そうではないです。でも標識もうろ覚えなんですよね。まず結論から言いますね。はい、やはり刑務所に行かないといけないんですが、ほとんどの場合犯罪者にはなりません。なので刑務所に行くことはほぼありません。え、本当ですか？はい。今日はその理由をゆっくり説明します。ではここで一つ質問です。日本でスピード違反をしたら必ず裁判になるでしょうか？少し考えてみてください。答えはいいえです。でも日本ってルールがすごく厳しいイメージがあります。そう感じる方は多いですね。でも仕組みを知ると少し印象が変わります。日本の交通違反は大きく分けて2つあります。1つは軽い違反です。例えば少しのスピード違反やシートベルトの違反などです。ああ、よく聞く違反ですね。はい、こうした場合多くは反則金で終わります。反則金って罰金と同じですか？いい質問ですね。実は反則金と罰金は違います。反則金は刑事事件ではありません。裁判もありません。前科もつきません。ここで反則金と罰金の違いを簡単に説明しますね。反則金は行政処分で軽微な違反に適用され、前科はつかず、罰金は刑事処分で重大な違反に適用され、裁判を経て課され前科がつく点が根本的な違いです。じゃあ犯罪じゃないんですね。その通りです。違反をしないことが重要ですが、安心してください。日本では本来交通違反は刑事事件として扱われます。でもそれを全部裁判にすると社会が回らなくなります。そこで反則金を払えば刑事手続きをしないという仕組みが作られました。ここでもう一つ質問です。反則金を払っても犯罪の記録に残ると思いますか？考えてみてください。答えは残りません。でも警察には何か残りますよね。はい、警察の内部記録や免許の点数は残ります。これは警視庁のサイトに記載されている交通違反の点数一覧表からの抜粋です。でもそれは前科とは違います。仕事の面接やビザの申請に関わる前科にはなりません。それを聞いて少し安心しました。安心するのはまだ早いですよ。反則金は払わないといけません。これは警視庁のサイトに記載されている反則行為の種別及び反則金一覧表からの抜粋です。でも反則金を払わなかったらどうなりますか？その場合は少し注意が必要です。反則金を払わない、または違反を認めないと裁判になることがあります。裁判で有罪になると前科がつく可能性があります。つまり選択肢は自分にあるんですね。はい、その理解で大丈夫です。他の国ではどうなんですか？では少し詳しくこの点数制度について説明しますね。点数制度とは自動車などの運転者の交通違反や交通事故に一定の点数をつけて、その過去3年間の累積点数などに応じて免許の停止や取り消しなどの処分を行う制度です。点数制度の主な内容は一般違反行為、例えば信号無視や放置駐車違反などにつけられている基礎点数、特定違反行為、例えば酒酔い運転やひき逃げなどにつけられている基礎点数、交通事故を起こした場合の付加点数、
当て逃げ事故の場合の付加点数から構成されています。平成21年6月1日の道路交通法改正により、悪質危険な違反行為を特定違反行為と定め、それ以外の違反行為を一般違反行為としました。そしてその最後の交通違反や交通事故の日から起算して、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止や取り消し処分等の行政処分が行われます。この制度は半世紀以上前の昭和44年から行われています。例えば過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取り消し処分に該当します。取り消すって運転免許がなくなるんですか？はい、条件を説明しますね。行政処分歴が1回の場合、4点から9点で停止処分。ここまでなら免許停止で済みます。10点以上は取り消し処分に該当します。わあ、厳しいな。行政処分歴が3回以上の場合は2点または3点で停止処分。4点以上は取り消し処分に該当します。繰り返す人には容赦しないって感じですね。免許取り消しと免許停止には大きな違いがあります。免許停止の場合、違反点数と過去の前歴によって決まる停止期間、30日、60日、90日、120日、150日、180日の6段階が基本で、これに違反内容、例えば飲酒、危険運転などに応じた特定違反行為による即停止、取り消しや初心者の再試験不合格による停止などがあります。これにはあくまで軽微な違反を繰り返し、累積点数が6点になった人などの条件はありますが、救済措置として講習を受ければ免停期間が短縮されます。例えば警視庁では停止処分者講習があり、これを受けることで免停期間を短縮することができます。免許取り消しの場合、試験場で再取得しない限り無免許状態なので運転できませんし、点数の程度により1から10年の欠格期間、つまり再取得不可能な期間が設けられます。免許再取得の時間と費用を考えると気が遠くなりそうですね。この制度はアメリカ、カナダ、ドイツなどの諸外国でも採用されています。交通事故や交通違反を繰り返す危険性の高い運転者を道路交通の場から排除し、交通事故を未然に防止して安全な道路交通環境を確保することを目的とするほか、運転者が交通事故や交通違反をせず無事故、無違反で安全運転を行うよう奨励することを目的とした制度なのです。アメリカ、カナダ、ドイツなどの諸外国でも採用されているんですね。厳しいのは日本だけではないのですね。はい、安全に国境はないのです。日本は刑事罰をとても大切にする国です。だからこそ例題として反則金制度が作られました。警察は反則金でお金を儲けているんですか？いえ、そんなことはしませんよ。反則金は警察の収入にはなりません。国の会計に入り、交通安全などに使われます。たくさん取り締まると警察の予算が増えるということはありません。では今日のまとめです。軽い交通違反は反則金で終わり、犯罪にはなりません。前科もつきません。ただし払わない場合は裁判になることがあります。日本の制度は少し特別ですが、公平さを大切にしています。日本の警察、思っていたより怖くなかったです。私のような社会的弱者には心強い味方ですが、やはりあなたは何か裏がある人なのでは。だから違いますって。冗談はこのくらいにして規則は守る、これにつきます。今回の動画で紹介した規則以外にもたくさんの守るべきことがあります。車を運転することは便利さや楽しさだけではなく、人や自分の人生に関わる大きな責任も伴います。この動画を作成して改めて自らを顧みることができました。動画でお伝えした内容、詳しく知りたい視聴者の方は以下のサイトを参考になさってください。最後に交通安全と取り締まりの在り方について皆さんと考えたいです。予防という共通目標に向けて交通ルールの遵守、すなわちルールを守ることは運転免許を持つ全ての運転者、年齢や国籍を問わずに求められる当然の責務です。この点について異論はないでしょう。同時に
道路交通法が掲げる最も重要な目的は違反の摘発そのものではなく事故の未然防止にあります。一時停止や進入禁止といった基本的な規制は重大事故を防ぐために不可欠なものです。その一方で現場によっては分かりづらい、初めて通行する場合には気づきにくいと感じられるケースが存在することも社会の実感として指摘されています。このような場面において事前の注意喚起や可視的な啓蒙が取り締まりと並行して行われるのであれば、それはルールの軽視ではなくルールをより確実に守ってもらうための合理的な補完策と捉えることもできるのではないでしょうか。警察官による一生、分かりやすい位置での注意表示、多様な利用者を想定した情報提供、これらは違反者の発生を抑制し、結果として検挙や事故対応の負担を軽減するという点でも行政、法執行機関、そして私たち運転者の双方にとって有益な取り組みであると考えられます。皆さんはどのようにお感じになるでしょうか。違反を見つけることよりも違反を起こさせないこと、事故が起きてから対応するよりも事故を起こさない環境を整えること、その方向性は市民の安心感を高めるだけでなく法執行に対する信頼をより強固なものにするはずです。交通安全は取り締まる側と守る側が対立する関係ではなく、同じ目的を共有する共同のプロジェクトと言えるのではないでしょうか。現場の努力と市民の理解が噛み合った時、初めて安全は社会に定着します。その前提を私たち一人一人が共有していくことが今改めて求められているのではないでしょうか。正しい知識があれば日本での生活はもっと安心になります。ぜひあなたの率直な意見や体験談をコメント欄で教えてください。この動画が面白かった、ためになったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。